梅田の喧騒から徒歩15分離れた西天満の静かな通りにある小さな工房で職人が美しいグラスを作っています。工芸品としての歴史はまだ新しいですが、大阪の長く続いているガラス産業の歴史に根付いています。こちら大阪は天満で作られている独自のグラス、天満切子。今日は天満切子の世界を覗いてみましょう。天満は大阪のガラス発祥の地。江戸中期に天満近隣でガラス製造が始まったという歴史が大阪天満宮の石碑に残されています。その後、大阪が日本一のガラス産地になり、天満周辺にガラス工場が立ち並ぶようになりました。明治、昭和初期が特に盛んで、1919年の大阪府の統計によると、全国の工場の7割が大阪府下にありました。今も天満周辺にガラス産業は存在していますが、消防法の規制などにより、昭和30年代以降ガラス工場が大幅に減ってしまいました。しかし、昭和初期から天満で営んでいる裏ガラス加工所の2代目、浦武一さんが切子の技術を学び、2000年に天満切子を新ブランドとして誕生させました。今回我々が訪れた天満切子工房商への切子師、西川正美さんは長年浦武一さんの下で働かれ、2017年に独立し、こちらの工房を開きました。現役の天満切子師の中で一番経歴が長い西川さんに天満切子の特徴や魅力、製作についてたくさん教えていただきました。切子という言葉を聞くと江戸切子や薩摩切子が思い浮かぶかもしれませんね。それらの切子と天満切子の違いは主に2つあります。1つ目はデザイン。江戸切子や薩摩切子に基本的に使われているのは V 字の刃のみ。対して天満切子は V 字の刃に加えて側面には U 字の刃が多く使われます。他の切子のたくさんの細かいまっすぐな線のデザインに比べると天満切子はシンプルな丸いデザインが多いです。2つ目は映り込み。水などを注ぐときにグラスの内側に万華鏡のような複雑な映り込みは天満切子独特のものだと言われます。見た目はシンプルな模様ですが、水を注いだ時の映り込みまでしっかり計算されている。その遊び心はまるでお笑い文化が根付く大阪の人々が持つユーモアのセンスを表しているかのようです。定番の天満切子のデザインは縞模様で、工房商へのオリジナルデザインがたくさんあります。切子師西川さんが新しいデザインを考えるとき、なんとデザイン画を作らず、グラスにペントマーカーで下書きして作成していくそうです。そして工房には西川さんを含めて合計3人の切子師が切子を作っています。全員が女性で、あえて女性のみにしたということではなく、自然と女性のチームになっていったとのことです。ガラスを扱うというと危険なイメージもあると思いますが、ゴーグルや防護服なしで作業されています。それでも切子師の方が怪我をされることはほとんどないそうです。無地のガラス生地から仕上げた切子まで全てを一つの工房の中で行っています。一人の切子師の方が全ての工程を担当することが多いそうですが、作品によっては分業することもあるそうです。天満切子の作り方をより深く理解するため、工房商へで制作体験をさせていただきました。切子作りには合計7つの工程があります。体験では最初の3つの工程がすでに完了している状態です。4つ目の工程から体験ができ、7つ目の工程である仕上げは切子師の方が行ってくださいます。まず、体験が始まる前の工程を簡単に紹介します。生地選びでガラス製造会社から切子のデザインに合ったガラスを購入します。検品で傷や気泡がある場所をマークし、移行の工程で削り取れるようにします。そして割り出しでデザイン通りにグラスを削るための目印をマーカーでつけます。正確にマークするために穴がたくさん開いている割り出し専用の台を使います。体験は荒削りで始まり、マークされた線に沿って大まかに生地を削ります。丸みのあるところは一度 V 字の刃で削ってから U 字の刃で削ります。砥石で削った箇所に名の通り砥石をかけて白から半透明にします。そして切子のデザインの最終調整を行います。磨きでは石の刃ではなく磨き粉のついたコルクでグラスを磨きます。工房商への磨き粉は天然素材を独自に調合したものです。削った箇所に曇りを取り、半透明から透明なグラスにします。ちなみに天満切子を正確に磨くためにはコルクの角度を調節しなければいけません。そのため
磨く前に西川さんがコルクを研いで適切な角度にしてくださいました。最後にバフで研磨剤がついた布でグラスを磨き上げます。こちらの工程では削った箇所だけではなく削っていないところまで磨きます。そうしてグラス全体がツヤツヤと輝く姿になります。体験で天満切子を作ってみて、出来上がったものは天満切子とは呼べないと思います。映り込みは一応ありますが、余計な箇所を削ってしまったり、丸くなっているはずのカーブが尖っていたり、見本のように綺麗な形にはなかなかならなかったです。体験のグラスのデザインは比較的シンプルで、工房照英のオリジナルデザインだとありえないほど難易度が上がるようで、さすが職人技です。体験の終わりに切子師の西川さんからものづくりは楽しくという言葉をいただきました。今回の体験ではグラスをうまく作ることができませんでしたが、切子の世界を除き作り方についてたくさん学べ、切子作りの楽しさを実感できました。そういった意味で私の今回のものづくりは大成功だと思います。最後に紹介したいのは工房照英から2キロほど離れた天満橋です。昼には何の変哲もない橋に見えますが、夜は天満切子の縞模様をコンセプトにデザインされたライトアップがあります。天満近隣にいらっしゃる方はぜひご覧になってみてください。ご視聴ありがとうございました。こちらは日本のものづくりを紹介するためのチャンネルです。よろしければチャンネル登録お願いします。今回は工房照英の西川さんと他の切子師の方々、本当にありがとうございました。この動画の撮影中に何回か工房に訪れて、たくさんのお時間いただき、たくさん教えていただきました。本当に感謝しかないです。工房照英が見学や体験、切子教室を開いていますので、切子にご興味のある方はぜひ概要欄のリンクをチェックしてください。では次の動画でお会いしましょう。またね。まだ磨きが甘いです。磨きが甘いですか。磨きが甘いです。わかりました。